ニコンの 1.4 倍テレコン徹底テスト。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。ニコンのテレコンバーターをテストしようと思ったきっかけは2つあります。1つ目は Z70-200mmF2.8VRS の2型が出た時に、2型に2倍テレコンをつけると Z100-400mm が必要なくなるという動画を YouTube で見たことです。2倍テレコンは画質や AF スピードが低下するというのが定説です。2型はステッピングモーターの 3.5 倍高速化されたシルキースウィフト VCM を搭載しているため、2倍テレコンを使ってもステッピングモーターよりわずかに AF スピードが速くなっているそうです。しかし、開放絞り値が2段分暗くなるのはデメリットです。2つ目は最近発表された望遠ズームニッコール Z120-300mm F2.8TC-VRS です。ニコンの望遠レンズの中には 1.4 倍テレコンを内蔵したモデルがあるように、1.4 倍テレコンは画質の低下も AF 速度の低下もほとんどないと言われています。そこでニコンの3本の望遠ズームレンズニッコール Z70-200mmF2.8VRS2 ニッコール Z100-400mmF4.5-5.6VRS ニッコール Z180-600mmF4.5-6.3VR に Z テレコンバーター TC1.4 倍をつけて画質と AF スピードをテストしてみます。それでは Let's get started! ながチャンネル。これがニコンのテレコンバーター TC1.4X です。1.4 倍テレコンは本体が薄く、先端のレンズが飛び出しています。電子接点がついているので全ての機能がきちんと使えます。レンズの飛び出している方を望遠レンズのマウント側に装着します。マスターレンズが少しだけ長くなりました。テレコンのマウント側をカメラに取り付けます。これで 70-200mm は 98-280mm F4 相当のレンズになります。それでは画質を比べていきます。三脚とレリーズを使って遠くの建物を撮影しました。左が 70-200mm、右が 1.4 倍テレコン付き。左 70mm、右 98mm。よく改造しています。左 85mm、右 120mm。よく改造しています。左 105mm、右 150mm。よく改造しています。左 135mm、右 190mm。よく改造しています。
左 200mm、右 280mm。よく改造しています。70-200mm に 1.4 倍テレコンなら画質の低下はないようです。左が 100-400mm、右が 1.4 倍テレコン付き。左 100mm、右 140mm。よく改造しています。左 135mm、右 185mm。よく改造しています。左 200mm、右 280mm。よく改造しています。左 300mm、右 420mm。よく改造しています。左 400mm、右 560mm。1.4 倍テレコンの 560mm はやや甘いです。100-400mm に 1.4 倍テレコンをつけると、テレタン 400mm の時、560mm 相当でやや画質の低下が見られました。左が 180-600mm、右が 1.4 倍テレコン付き。左 180mm、右 252mm。普通に改造しています。左 200mm、右 280mm。普通に改造しています。左 300mm、右 420mm。普通に改造しています。左 400mm、右 560mm。1.4 倍テレコンの 560mm はやや甘いです。左 500mm、右 700mm。1.4 倍テレコンの 700mm はやや甘いです。左 600mm、右 840mm。テレタンの 600mm はやや甘いです。1.4 倍テレコンの 840mm もやや甘いです。500mm を超えるとピントが甘くなる傾向があります。テレコンの影響なのか、間にある空気の層によるものかはわかりませんが、500mm を超える場合は少し絞った方がいいかもしれません。各レンズの焦点距離ごとの開放 F 値を表にしました。70-200mm は F2.8 投資なので、1.4 倍テレコンをつけると F4 投資になります。100-400mm は1段分暗くなって140-560mm となります。560mm の時の F8 が明るさ的にも画質的にも限界という感じがします。180-600mm はそもそも解像感の高いレンズではないようです。テレコンをつけると F8 以上になるので、テレコン向きのレンズではないと思います。
長チャンネル。 AF スピードのチェックを行います。例によって京王線の近づいてくる電車と遠ざかっていく電車を撮影します。ボディは Z9 で秒間20個まで連射しました。70-200mm のテレコンなし、焦点距離は 200mm。近づいてくる電車。どのコマもピントが来ています。遠ざかっていく電車。どのコマもピントが来ています。70-200に 1.4 倍テレコンをつけました。焦点距離 280mm。近づいてくる電車。どのコマもピントが来ています。遠ざかっていく電車。
ピントは来ているようですが、かなり甘いです。遠ざかるにつれて緩くなっていきます。70-200mm のテレコンなしとテレコンありを比べてみます。巡航で近づいてくる電車は、テレコンなしもテレコンありもよく改造しています。逆行で遠ざかっていく電車は、テレコンありの方は明らかに緩いです。テレコンありの最後のコマは、ピント外れと言ってもいいくらいぼやけています。100、400mm のテレコンなし、焦点距離は 200mm。近づいてくる電車。どのコマもピントが来ています。遠ざかっていく電車。どのコマもピントが来ています。100、400mm に 1.4 倍テレコンをつけました。焦点距離は 280mm。近づいてくる電車。
どのコマもピントが来ています。遠ざかっていく電車。ピントは来ていますが、画質は甘いです。100、400ミリのテレコンなしとテレコンありを比べてみます。巡行で近づいてくる電車は、テレコンなしもテレコンありもよく改造しています。逆行で遠ざかっていく電車は、テレコンありの方がやや甘いです。180、600ミリのテレコンなし、焦点距離は200ミリ。近づいてくる電車。どのコマもピントが来ています。遠ざかっていく電車。ピントは来ていますが、画質は甘いです。
180-600mm に 1.4 倍テレコンをつけて焦点距離 280mm。 近づいてくる電車。ピントは来ていますが、画質はやや甘いです。遠ざかっていく電車。ピントは来ているようですが、画質はかなり甘いです。180-600mm のテレコンなしとテレコンありを比べてみます。巡航で近づいてくる電車のテレコンありの画質はやや甘いです。逆光で遠ざかっていく電車のテレコンありはぼやけていて使えません。今回、逆光で遠ざかっていく電車という過酷なテストでは、3本のレンズとも 1.4 倍テレコンをつけると画質の低下が見られました。テレコンだけが原因ではないかもしれませんが、意外で残念な結果となりました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。